今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。深いリラックスと安らぎを感じながら、静かな眠りへと導かれます。眠りの世界へと導く物語をお楽しみください。この動画は、瞑想を鍵としたオリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。心の静けさを求めて。エリオットは深夜の街の光に照らされながら自分の小さなアパートの机に向かって座っていた。周囲は静まり返っており、窓の外からは時折車の音が遠くで聞こえるだけだった。彼は疲れ果てた目を紙の山に落とす。研究論文の締め切りは迫っており、心は焦燥と疲労でいっぱいだった。彼の専門は古典文学で、普段は古文書に囲まれることに喜びを感じていたが、最近の生活は、ただの義務とストレスの連続で、彼の情熱を蝕んでいた。エリオットは、一息つくために、いつものように、古典作品の一節を読み返すことにした。彼が手に取ったのは、ギルガメッシュ叙事詩の一部。その古い言葉たちは、英雄の旅と内面の平和を求める冒険を描いていた。その夜、彼は特に静寂と自己発見の旅についての章を熟読した。言葉はエリオットの心に染み渡り、彼は自問自答を始めた。私は何を求めてこの道を選んだのだろう。本当に価値のあるものは何だろう。と。朝が近づくと、エリオットはふとした決意を固めた。彼は都市の喧騒から離れ、もっと心の静けさを求める場所へ行くことにした。彼はかつて訪れたことがある、遠く離れた小さな村を思い出した。その村は古い伝統と穏やかな生活が息づいており、自然が豊かで、人々は温かかった。エリオットはそこで何か大切なものを見つけられるかもしれないと感じた。彼は急いで荷物をまとめ、都市を離れる準備をした。彼の心には不安とともに新たな発見への期待が混じり合っていた。彼は自分自身との対話を深め、心の静けさを求めて新たな旅へと足を踏み出すのだった。エリオットがその小さな村に到着したのは穏やかな秋の午後だった。彼はひときわ高くそびえる山々とそのふもとに広がる深い緑の森を背に木造のバス停に降り立った。空気はすがすがしく都市の喧騒から解放された瞬間、彼の肩の荷が少し軽くなったように感じた。村には古い木々が生い茂り、家々はそれぞれが独自の歴史を持ち、穏やかな雰囲気が流れていた。エリオットは狭い道を歩きながら、それぞれの家から漂う食事の香りや子供たちの笑い声に耳を傾けた。この平和な生活が彼が求めていたものだと直感した。村の中心には古い石造りの図書館があり、彼はそこに足を運んだ。図書館の扉を開けると、古書の香りが彼を迎え入れた。その静かな空間には、年月を経た本棚がずらりと並び、古文書や詩集、物語が彼を待っていた。エリオットは、この場所が新たな知識と発見の宝庫であることを、すぐに理解した。彼は、特に一冊の古文書に惹かれた。その書物は、内なる平和についてと題されており、古代の思想家が記したものだった。エリオットは、その文章を手に取り、読み始めた。
文書には自然との調和、瞑想、そして心の静けさを見つけるための教えが記されていた。読み進めるうちに彼は村の長老と出会った。長老はその文書について深い知識を持っており、エリオットとの対話を喜んで受け入れた。二人は図書館の古い木のテーブルに向かい合って座り、心の平穏について語り合った。長老は自分の経験と村の生活から学んだ知恵をエリオットに分け与えた。エリオットが村での日々を過ごすにつれて、彼は地元の人々とのつながりを深め、それぞれの生活から大切な教訓を学んでいった。彼は特に村の年配者たちが持つ古典文学に対する敬愛と彼らが日常に織り交ぜる知恵に感銘を受けた。秋が深まると村では古くから伝わる豊穣祭が開催された。エリオットは祭りの準備として地元の家庭を訪れ、彼らと一緒に料理を作り、装飾を行った。この過程で彼は村の伝統的な物語や歌に触れ、それらが村人たちの精神性とどのように結びついているのかを学んだ。祭りの日、彼は村の広場で開かれた共同の食事に参加し、老若男女が集まって食べ物を分かち合い、物語を語り合う様子を見た。エリオットは食事を通じて交流が生まれるこの文化の中で、コミュニティの一員として受け入れられる喜びを感じた。エリオットはまた村の図書館で過ごす時間も増えた。彼は古文書から現代の小説に至るまで様々な作品に触れながら、それぞれの作品が持つ時代と地域の背景を学び、古典文学の普遍的な魅力と教訓を再発見した。特に愛とは何かというテーマに関連する作品群に深い関心を持った。村の哲学者として知られるアルバート・ロージンとの出会いもエリオットにとって大きな転機となった。アルバート・ロージンは古典文学の中の哲学的な問いを現代の問題に応用する方法について多くの時間をかけてエリオットと議論した。これらの議論はエリオットが自分自身との関係だけでなく周囲の世界との関係を見つめ直すきっかけとなった。エリオットの村での生活は彼の心と精神に大きな変化をもたらしていた。毎日の簡素な生活と地元の人々との深い交流を通じて彼は内なる平穏を感じ始めていた。エリオットはアルバート・ロージンの勧めで瞑想を始めた。はじめは集中することが難しく、心が落ち着かなかったが、徐々に彼は自分の内側の声に耳を傾けることができるようになった。瞑想を通じて、彼はこれまでの人生で無視してきた感情や記憶に直面し、それらを受け入れることで、心の重荷を軽くする方法を学んだ。村の図書館で時間を過ごす中で、エリオットは特に人間性とは何かを探求する古典作品に没頭した。彼はハムレットやドン・キホーテなどの作品を再読し、それぞれの登場人物が直面する道徳的哲学的問題について深く考えた。これらの作品から得た洞察は彼の自己理解を促進し、日々の選択に対する彼の考え方に影響を与えた。村での数ヶ月が経ち、エリオットは地元の人々から一員として受け入れられるようになった。彼は地域の学校で古典文学を教えるボランティアを始め、子供たちに物語の中の教訓を教えることで、彼らの思考を刺激する楽しみを見出した。また、地元のイベントや集会に積極的に参加し、それぞれの人々の生き方や価値観を学びながら、村のコミュニティに深く根ざしていった。数ヶ月の村での生活を経て、エリオットは都市へ戻る決断をした。
彼にとって村での時間は自己発見と内面的な成長の重要な過程だったが、彼は学んだ教訓を元の生活にも取り入れ、より広い世界でその知見を共有する時が来たと感じた。エリオットが都市に戻った時、彼は一変していた。以前の彼は常に忙しく心の余裕がなかったが、今はどんな状況でも内面の平静を保つことができるようになっていた。彼は以前勤めていた大学に戻り、古典文学の教授として再び教鞭を取ることになった。しかし、今回は彼の授業には新しい要素が加わっていた。彼は文学を通じて心の平和を見つける方法についても学生たちに教え始めた。エリオットは都市のコミュニティ活動にも積極的に参加するようになった。彼は村で学んだコミュニティとの結びつきの大切さを都市の人々にも伝え、地域の読書会や瞑想クラスを組織することにした。これらの活動を通じて、彼は多くの人々との新たなつながりを築き、彼らにも内面の静けさを見つける手助けをした。エリオット自身も都市の生活の中で得た新たな洞察と村での経験を組み合わせることによって自己の中の平和を深めていった。彼は自分自身との対話を続けながら日々の生活の中で小さな喜びを見つけることを学んだ。そしてこの新しいアプローチが彼の教育や人間関係に肯定的な影響を与えていることを実感していた。瞑想の花園。楓は日常の喧騒から逃れるため、都会の片隅にひっそりと佇む古い庭園を訪れた。この庭園はかつて一族が築いたものであり、周囲の環境から切り離された静寂が広がっていた。庭園の奥深くには、年月を経た苔むした石のベンチがあり、楓はそこで瞑想することを日課としていた。ある日、彼は瞑想中に異変を感じた。心が普段とは違う深い静寂に包まれ、周囲の自然が一斉に声を失ったかのように静まり返った。その時、彼の心に突如として古文書が映し出される夢が訪れる。文書には彼が知らない古代の文字で何かが記されており、その内容が気になって仕方がなかった。目覚めた楓は夢の印象が強烈で、直ちに庭園の隅々を探し始めた。やがて彼は井戸の近くで半ば土にうずもれかけている木箱を発見する。箱の中からはまさに夢に見たその古文書が出てきたのだった。楓はこの文章を手に取り、その謎を解き明かすための旅が始まることを決意した。楓が手にした古文書は美しいが、黄ばんだ紙に未知の文字が書かれており、彼はその解読に取り組むことに決めた。文書の一部が欠けているものの、なんとか全体の意味を探りたいと考えていた。彼はまず地元の図書館で類似の文献を調べ、その言語がどこに起源を持つのか、またどの時代のものなのかを突き止めようと努力する。庭園を再訪し、古文書が見つかった場所を中心に探索を進めた楓は、石の階段の下に隠された小さな空間を発見する。その空間には他にもいくつかの文書が保管されており、庭園がかつてはある学者の隠れ家であったことが明らかになる。文書の中には古典文学の引用や人生の知恵について記された箇所が多く含まれており、楓はこれが単なる個人の記録ではなく、何か大きな意味を持つものであると確信する。その中で、特に一編の文書が、楓の興味を引く。それは、瞑想の技法と題された章であり、
心を落ち着かせ、内面の平和を見出すための手順が記されていた。この技法には、特定の座法や呼吸法が詳述されており、それに従って実践することで、心が徐々に落ち着きを取り戻し、深い安らぎを得ることができると書かれていた。楓は、この技法を自身で実践し始め、その結果、彼の日常生活においても変化が現れ始めた。瞑想を続けるうちに、彼の精神は以前よりもずっと落ち着きを見せ、様々な問題に対して冷静かつ客観的に対処できるようになる。しかし、古文書のすべてを理解するには、まだ足りない知識が多く、より深い理解を求めて、言語学の専門家を訪ねる決意を固める。楓は地元の大学で言語学を専門とする教授、鈴木博士に会うためにアポイントメントを取る。博士は古代言語の研究に長年従事しており、彼の知識はこの謎解きに不可欠であると感じたのだ。楓は博士に文章を見せ、共にその謎を解く旅に出ることを願い出る。博士もこの未知の文書に強い興味を示し、楓と協力することを快く承諾する。鈴木博士の協力を得て、楓は古文書の言語を解読する作業を本格的に始める。博士の研究室には、世界中から集められた古文書や言語学に関する資料が豊富に揃えられており、この環境が二人の研究にとって大きな助けとなった。楓と博士はまず、文書に使われている文字の種類を特定し、それが古代中東のある小さな民族に由来することを突き止める。この発見から、彼らはその民族が持っていた特有の文化や哲学、特に瞑想と精神性に重きを置いた生活様式に焦点を当てるようになる。古文書には、この民族が実践していた瞑想の技法が詳細に記されており、それには心を浄化し、精神の平和を保つための具体的な方法が含まれていた。博士の専門知識と楓の瞑想経験を融合させながら、二人は文書の解読を進める。楓は博士から学んだ古代言語の基礎を活用し、自らも文書の解読に参加する。その過程で、彼らは文書に記された瞑想の技法を実際に試みることにする。この技法は特定の呼吸パターンと体のポーズを組み合わせることで深い瞑想状態に入ることを促すものだった。楓はこれらの瞑想技法を実践するうちに自身の内面に起きている変化を感じ始める。以前は表面的にしか感じることのなかった感情や記憶が、瞑想によってより深く理解できるようになる。特に彼の幼少期の記憶や過去に解決できなかった感情的な問題が、瞑想を通じて明らかになり、楓はこれらの問題に向き合い、それを乗り越える手助けをする。この経験は、楓にとって非常に有意義なものであり、彼は瞑想が単に心を落ち着かせる手段以上のもの、つまり内面の平和を真に達成するための強力なツールであることを実感する。彼はこの新しい発見をさらに探求しようと決意し、瞑想のさらなる進化を目指す。その過程で彼は自己の真の意識に一歩近づくために必要な心の奥底に潜む様々な感情と直面し、それらを解放する方法を学び始める。楓の瞑想の実践が深まるにつれ、彼は心の奥底に眠る過去の記憶や苦痛と向き合うことが増えていった。彼は瞑想を通じて自分自身の中にある恐れや不安、悲しみをゆっくりと浄化し、それらを超えて成長するための力を得ていく。ある日、楓は特に影響力のある瞑想セッションを経験する。その中で、彼は幼い頃に経験した
家族の失われた絆や父親との複雑な関係について深く掘り下げる。これらの記憶は、楓にとって長い間、解決されぬ痛みの源であり続けていたが、瞑想によって初めてそれらに向き合い、癒しを求めることができた。楓は、この過程を通じて、自分自身との和解だけでなく、他人との関係改善にも積極的になる。彼は、かつての友人や家族に連絡を取り、過去に解決されなかった問題について話し合い、お互いの理解を深めていく。これにより、楓の人間関係は徐々に回復し、彼の生活に新たな光が差し込むようになる。また、楓は自分だけでなく、他人も内面の平和を達成する手助けをすることの重要性を理解し始める。彼は、庭園で定期的に瞑想のグループセッションを開催し、興味のある人々を招待して、共に瞑想を行う。これらのセッションでは、参加者たちが、それぞれの心の問題に向き合い、お互いの経験を共有することで、一体感と相互理解が生まれる。瞑想の力を通じて、楓は自分自身だけでなく、参加者たちも内面から変わり始めるのを目の当たりにする。彼らは、それぞれの日常生活で感じるストレスや不安を軽減し、より穏やかで満たされた生活を送るようになる。楓自身も、この変化を実感し、彼の内面の平和がより深く、より持続的なものになっていくことを感じ取る。この経験から、楓は内面の変革が外界に与える影響の大きさを理解し、さらに多くの人々に瞑想の価値を伝えることに情熱を注ぐようになる。楓の瞑想に対する理解が深まり、彼の内面の平和は顕著な影響を日常生活にもたらすようになる。庭園での瞑想セッションは次第に人々の間で評判となり、多くの訪れる者たちにとって心の安らぎを見つける場所として認知される。楓はこれを機に古文書の教えと自身の体験をもとに瞑想に関する本を執筆することを決意する。この本は瞑想の花園と題され、瞑想の技法だけでなく、それを通じて得られる内面の平和と、その平和がいかに日常生活に良い影響を与えるかに焦点を当てる。楓は瞑想が精神的な癒しのみならず、人々の生活の質を向上させる手段であることを強調し、読者に実践的なアドバイスを提供する。完成した書籍は地元の書店やオンラインで発売され、多くの読者から感謝の声が寄せられる。楓は自らの経験が他人の生活にも前向きな変化をもたらしていることを知り、深い満足感と使命感を感じる。庭園では楓が主催する瞑想クラスが定期的に行われ、初心者から経験者まで多様な人々が集まり、共に学び、成長するコミュニティが形成される。彼の周りでは新たに訪れる人々が庭園の美しさと静けさに感動し、瞑想の実践を通じて各自が心の平和を見つけていく。楓は自身が辿った道を振り返り、かつてはただの静かな庭園だったこの場所が多くの人々にとっての精神的な避難所となったことを嬉しく思う。庭園の木々は季節の変わり目を告げ、風が葉をそっと揺らす中、楓は目を閉じて深い呼吸を続ける。彼の心は完全に平和で、彼がこの地に植えた瞑想の種が今や多くの人々の心に根ざし、花開いていることを感じ取る。瞑想の花園は楓の旅の結晶であり、彼の瞑想への情熱と知恵が次世代にも引き継がれていくことを確信して、物語は幕を閉じる。内なる光へ。エリザベスは誇りっぽい本が並ぶ
小さな田舎の書店で働いている。彼女の日々は古本のページを来る静かな時間で満たされている。ある晴れた春の日、店のドアが古めかしい音を立てて開き、一人の老婦人が店内に足を踏み入れる。彼女は家を片付けていた際に見つけたという一箱の古書を寄贈に来た。その箱の中には様々な古典文学作品が含まれていたが、中でもひときわ目を引いたのは、革草の表紙が汗た古い日記だった。エリザベスが日記を手に取ると、彼女の心は奇妙な感覚に包まれる。日記はアンナと名乗る女性が書いたもので、彼女の文字からはたくましさと文学への深い愛情が感じ取れた。日記の最初のページには、この日記を手にした者へという言葉が書かれており、その言葉がエリザベスの好奇心を刺激する。彼女はこの謎の女性アンナの人生を知るため、そして自身の人生に何か新しい意味を見出すため、日記のページをめくり始める。その日からエリザベスの日常は変わり始める。エリザベスはアンナの日記を通じてその人生を探る旅に出る。最初のエントリーは、アンナがまだ若い女性であった頃のもので、彼女が教育を受け、自らの声を見つけるために奮闘していたことが記されている。この日記は、時には詩的で、時には哲学的な思索に満ち、エリザベスにとっては、まるで時間を超えた対話のようだった。日記の進行に伴い、アンナが自身の書きたい物語と、社会の期待との間で葛藤していたことが明らかになる。彼女は女性としての役割を超え、一人の独立した思想家として自己実現を求めていた。エリザベスはこれに強く共感し、アンナの生きた時代と自分自身の生活との間に橋を架ける。エリザベスは日記に書かれた場所を訪れる決意を固め、自身の町から出発する。最初の目的地は、アンナが初めて恋に落ち、彼女の最初の小説を書き上げたとされる、湖畔の村。この村では、アンナの若き日の恋人だった老人に出会う。彼は、かつての恋を懐かしみながら、アンナがどのようにして、彼らの小さな村を出て、より大きな世界へと飛び出していったかを語る。この話を聞くことで、エリザベスは、アンナが直面した挑戦と、彼女がどのようにして、それを乗り越えたかを理解する。アンナの文学への情熱は、彼女が遭遇した障害を乗り越える原動力となっていた。エリザベス自身も、この情熱を感じ取り、自分自身の人生における文学の役割について、深く考えるようになる。旅の途中、エリザベスはアンナの書いた手紙や詩を発見する。それらは日記には書かれていない新たな側面をエリザベスに見せ、アンナの内面の世界と彼女の文学的才能の深さを明らかにする。エリザベスはこれらの発見を通じて自分自身の中にもアンナと同じような創造的な火が燃えていることを感じ始める。そして彼女は自分自身の声を世に問うための第一歩を踏み出す準備を整える。エリザベスの旅は続き、彼女はアンナの生涯を形作った重要な場所を巡る。湖畔の村を離れ、アンナが初めて自分の作品を発表した年の文学サロンへ向かう。この文学サロンは、19世紀の文壇で活躍した多くの著名な作家たちが訪れた場所であり、今でもその伝統が色濃く残るカフェとして営業している。エリザベスはカフェの元オーナー、ジョナサンと話をする。ジョナサンは文学史家でもあり、アンナの作品とその時代の文学的背景に詳しい。彼からアンナがどのようにして、そのサロンで自分の地位を確立したか、また当時の社会において、女性作家としてどのような困難に直面していたかを聞く。
ジョナサンはアンナが参加した討論会や朗読会のエピソードを語り、彼女がどのようにして批評家や他の作家たちと渡り合ったかを明かす。このカフェで過ごす時間の中で、エリザベスはアンナの日記に書かれていなかった新たな発見をする。隠された引き出しの中からアンナが残した未公開の短編小説と数枚の手紙が見つかる。これらの文書からアンナが当時の社会的な制約に対してどれだけ挑戦的だったか、そして彼女の作品がなぜ時間を経ても色褪せないのかが明らかになる。エリザベスはアンナの作品をより深く理解するため、彼女が影響を受けたとされる他の作家たちの作品も読み始める。その過程でエリザベス自身の文学観が変化し、新たなインスピレーションを得る。アンナの作品と生き方が女性としてだけでなく、一人の人間としてどう生きるべきかについての洞察をエリザベスに提供する。エリザベスの探求はより深く、個人的な段階へと進む。アンナの未公開作品と手紙を発見した後、エリザベスはアンナが過ごした最後の場所、静かな海辺の町へと向かう。この町はアンナの創作活動に大きな影響を与えたとされ、彼女の多くの作品に描かれている。町に到着したエリザベスは地元の歴史家であるマーガレットと出会う。マーガレットはアンナに関する多くの資料を保持しており、アンナがこの町でどのように過ごし、どのような人々と交流していたのかをエリザベスに詳しく説明する。特にアンナの晩年の作品である海辺の詩について、その背景となる感動的なストーリーを聞かせてくれる。エリザベスはアンナの足跡をたどりながら、町の図書館、海岸線、彼女が愛したとされる古い灯台を訪れる。これらの場所からエリザベスはアンナの作品に込められた深い情感と彼女の心の中にあった孤独と希望を感じ取ることができる。それぞれの場所で感じるアンナの精神と彼女が残した言葉の力はエリザベスにとって大きな霊感となる。この過程でエリザベス自身も創作に対する自分の理解を深め、新しい作品のアイデアを練り始める。彼女はアンナの生き様から学んだことを自らの文学に反映させる方法を模索する。エリザベスはまた自分自身の内面と向き合い、自分の過去と未来について考える時間を持つ。エリザベスはアンナが亡くなる前に書き残したとされる最後の手記を発見する。この手記はアンナの意志と彼女の文学への終わりなき情熱を綴ったもので、エリザベスにとっては過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋となる。エリザベスはアンナの残した教えを胸に、自分自身の作家としての道を歩む勇気を得る。この手記は彼女に大きな影響を与え、彼女の人生の新たな章を始める決意を固めさせる。エリザベスの旅は、彼女が新たな自己理解と想像の力を得た静かな海辺の町で完結する。最後の手記を手に入れた後、彼女は自らも作家としての道を歩む決意を新たにし、町を後にする準備を整える。町の図書館で過ごした最後の日、エリザベスはアンナの影響を受けた地元の作家たちと一緒に小さな文学会を開催する。彼らはアンナの作品を読み、彼女の文学的遺産が現代にどのように影響を与えているかを語り合う。エリザベスはこの場でアンナの未公開の作品を公表する計画を発表し、アンナの精神を次世代に伝える使命を共有する。エリザベス自身もアンナの旅と自分自身の旅を重ね合わせて考える中で、彼女の最初の著作となる小説の概要を参加者たちに披露する。この小説はアンナの日記からインスピレーションを得た作品であり、
古典と現代をつなぐ架け橋となることを目指す。彼女の話に感動した多くの聴衆からは、早くその作品を読みたいという声が上がる。文学会が終わった後、エリザベスは一人海辺に立ち、過去のアンナとの対話を思い返す。彼女は海の波の音を聞きながら、アンナが生きた時代と現代をつなぐ文学の力に思いを馳せる。彼女自身がこれからどのように社会に影響を与えるかを考え、文学を通じて内なる光を照らし出す決意を固める。エリザベスは町を離れる前にアンナの墓を訪れて感謝の言葉を捧げる。彼女はアンナの教えとその残した文学作品に感謝し、これから自分が歩む道を明るく照らしてくれることを願う。そして彼女は新たな創作活動に向けて希望に満ちた未来へと一歩を踏み出す。静寂の声。村の外れにある古い木造家屋で、良太は朝の光を受けながら静かに目を覚ました。窓からは季節の移ろいによって色づく山々が望めた。良太は村で一番若い学者として古文書や歴史に関する研究に情熱を注いでいたが、村の日常は変わり映えのないものだった。その日も彼はいつものように木製の机に向かって黄ばんだページをめくっていた。しかし、ふとした瞬間に彼の手が止まった。机の隅に古びた封筒が見え隠れしているのを見つけたのだ。良太は好奇心を抑えきれずに封筒を手に取り、封を開けた。中から出てきたのは見たこともない筆跡で書かれた手紙と一枚の古地図だった。手紙には彼の曽祖父が若き日に記したとおぼしき言葉が綴られており、自己の旅と内政の重要性について語っていた。良太はその手紙が何を意味するのか理解するため、研究を始める決意を固めた。それはただの文書ではなく、彼自身の未来を形作る冒険への誘いのように感じられたのだ。この不意の発見が、良太の心に静かな興奮を呼び覚ます。彼は窓を開け、新鮮な空気を深く吸い込みながら、これから始まるであろう、自己探求の旅に思いを馳せた。そして村の古老たちに、この手紙のことを相談しようと考え、家を出た。この小さな出来事が彼の人生を変える大きな一歩となるのだった。良太が村の古老、岩松さんの家へと足を運ぶシーンから物語は続く。朝露が光る苔むした石段を上がりながら、彼は手紙の内容をどのように古老に伝えるかを考えていた。岩松さんは村でも特に年長で知識豊かな存在であり、多くの村の秘密を知る人物だった。岩松さん、お願いがあります。この手紙と地図を見ていただけますか？良太が訪問の目的を切り出すと、岩松さんはじっと手紙と地図を眺め、長い沈黙を続けた。その後、深く息を吸い込むと、彼に語り始める。良太よ、この手紙は、確かにお前の曽祖父のものだ。彼は若い頃、自分自身と向き合うために多くの場所を旅した。この地図は、その旅路の一部を示しており、特に重要な場所が記されている。岩松さんは、良太に自己探求の旅は、単なる地理的な旅行ではなく、心の旅でもあると説明した。それは過去の自分を見つめ、真実を受け入れる過程であるという。そして彼は良太に一つの試練を与える。この地図に記された場所へ行き、そこで先祖が残したものを見つけ出せ。それができたなら、お前もまた一つ、大人へと近づくことができるだろ
良太はその挑戦を受け入れ、準備を始めた。彼は必要な物資を集め、古い文献を調べ上げ、地図が示す場所の歴史と重要性を学んだ。そして、ある晴れた朝、彼はついに村を出発した。彼の胸には、不安と期待が入り混じった複雑な感情が渦巻いていたが、その一歩が彼の新たな章を開いたのだった。旅の初日、良太は村の周辺を抜け、広大な森へと足を踏み入れた。森は神秘的であり、彼の心には、古の時代からの囁きが聞こえるような気がした。森を抜けると、彼の目の前には、広大な草原が広がり、遠くには古代の遺跡が見え始めた。それは、地図に示された場所への道標であり、良太の心は、旅の目的に向かって、一層強く駆り立てられた。良太の旅は遺跡が点在する草原を越え、古代の知識と秘密が眠る山岳地帯へと進んでいく。朝の霧が山頂を覆い隠し、彼の前に広がるのは濃密な森と険しい道のりだ。彼は自分の内なる声に耳を傾けながら、一歩一歩を確実に踏み出していった。遺跡の位置は地図上では明確に示されていたが、現実の道は、それをたやすく許さなかった。岩がゴツゴツとした険しい山道、時折見え隠れする野生動物の気配、そして自然の圧倒的な存在感。これら、すべてが良太にとって新鮮であり、同時に彼の決意を試すものだった。山の中腹に達した時、良太は一つの洞窟を見つける。その洞窟は、古地図には記されていなかったが、彼の直感は、そこに何か重要なものがあると告げていた。洞窟の入り口は、ツタでほぼ覆われており、中は薄暗く、湿った空気が立ち込めていた。彼は、懐中電灯を取り出し、ゆっくりと中へと進んだ。洞窟の内部は、予想以上に広がっており、壁には古代文字で書かれた多くの碑文が刻まれていた。良太は、これらの碑文を一つ一つ丁寧に読み解いていった。文字は、彼の曽祖父の手紙に記されていたものと似ており、精神的な成長と自己認識の重要性について語られていた。突然、洞窟の奥から、かすかな光が見えた。良太は、その光に向かって進み、そこには小さな祭壇のようなものがあった。祭壇の中央には、古い木製の箱が置かれており、その箱からは優しい光が漏れ出していた。彼は箱を開けると、中から古代の賢者が残したとされる経典が現れた。その経典は人間の内なる力と静寂の中で真実を見出す方法について記されていた。良太が経典を手に取った瞬間、洞窟の奥から一人の老人が現れた。この老人は自分がかつてこの地を訪れた賢者の霊であると名乗り、良太にさらなる教えを伝え始めた。老人の話は良太の曽祖父が若い頃に学んだ教えと酷似しており、彼はこの偶然の出会いに深い感銘を受けた。良太が賢者の霊から受け取った教えとともに洞窟を後にしたとき、彼の内面には大きな変化が訪れていた。心の奥深くに響く静寂の声が彼の日常の感覚とは異なる新たな認識をもたらしていた。山を降りる彼の足取りは以前とは異なり確かで目的意識に満ちていた。良太は賢者の教えを日々の生活にどう統合するかを考えながら再び村に向かう旅を続けた。彼が越えなければならなかったのはただの地理的な距離だけでなく自己の過去との対峙でもあった。彼の父は厳しい人物で若い良太に多くを望み、しばしば彼を理解することなく厳しく扱った。これらの記憶が彼の内面の旅と交錯しながら彼自身の成長に欠かせない痛みと向き合う場面が描かれる。
良太は過去の苦悩から学ぶことの重要性を理解し、それを乗り越えることが真の成長につながることを悟る。彼は自己の内なる力と古代の教えを組み合わせることで新たな自己理解と対話の道を開いた。ある日、良太は山の中で小さな川に出会う。川の流れる音に耳を傾けながら、彼は水の流れと自己の心の流れを重ね合わせた。川の水が岩を削り、新たな道を切り開くように、良太もまた、自己の中の固定観念や、過去の痛みを削り取り、新たな自己を形成していく。この自己対峙の過程で、良太は最終的に自分自身と和解する。彼は、心の中の苦悩を受け入れ、それを力に変える方法を見つけ出す。これは彼が祖父の残した最後のメッセージの真意を理解する鍵となった。彼の旅は単なる外的な冒険から自己の内部に深く潜る精神的な探求へと変わっていく。彼の心は以前に感じたことのない平和と満足感で満たされ、真の意味での自己発見と成長を達成する。良太が村に帰り着いたのは夕暮れ時のことだった。彼の背中には長い旅の疲れとともに新たな知識と自己理解の重みがのしかかっていた。しかし、その表情は穏やかで、目には明るい光が宿っていた。彼が再び村の門をくぐった瞬間、何かが変わったことを皆が感じ取った。良太の帰還を知った村人たちは、彼を囲んで、その旅の話を聞きたがった。彼は山の中の洞窟、古代の賢者の霊との出会い、そして自己の過去との対峙について語った。彼の言葉からは深い洞察と内面の平和が感じ取れた。それは聞く者の心にも静寂をもたらし、彼ら自身の内省のきっかけを提供した。特に村の若者たちは、良太の話に強く引き込まれた。彼らは自分たちも良太のように自己の内面と向き合い、真の自分を見つける旅に出たいと思うようになった。良太は彼らに、この旅が容易なものではないこと、多くの試練と自己との戦いが待ち受けていることを語り、しかし最終的にはそのすべてが自分を形作る大切な部分であると教えた。良太自身も故郷への帰還は自己の旅の終わりではなく新たな始まりであることを理解していた。彼は学んだ教えを生活に取り入れ、村の共同体と共に成長していくことを決意した。彼は静寂の中にある深い声に耳を傾け続けることが自己との調和を保つ鍵であると感じていた。良太は再びその古老の木製の机に向かい、自らの旅と教訓を綴り始める。彼の言葉は後世の人々に向けた手紙のように、静かに、しかし力強く紙に刻まれていった。これは彼の物語性の贈り物であり、静寂の中で見つけた真実と平和を分かち合うためのものだった。良太の旅は彼自身だけでなく、彼の周りの人々にも深い影響を与え、彼の成長と変化は村全体に波紋を広げることになった。彼の話は静寂の声を聞き、内なる平和を求めるすべての人々への希望となり、彼の遺産は時を超えて受け継がれていくことであろう。瞑想の泉。かつて時の流れに忘れられた古代の村、そこには瞑想の泉と呼ばれる伝説の泉がありました。この泉は、その水を飲む者に、心の平和と深い洞察を与えると言われていました。しかし、何世紀もの間、泉の存在は、ほとんどの人々にとって、単なる伝説となっていました。
ロー村人、シオンは、この伝説の泉について知る、数少ない人物の一人です。彼は、村の若者たちを集め、夜な夜な泉の物語を語り継いでいました。彼の話は、泉がもたらす内なる平和と調和、そして、泉を守り抜いた先祖たちの英雄譚に満ちていました。この日も、村の集会所には、子供たちや若者が集まり、シオンの話に耳を傾けていました。中でも、若い女性レナは、シオンの話に、特に心を奪われていました。彼女の心の中には、冒険への憧れとともに、泉の真実を自らの目で確かめたいという強い願望が芽生え始めていました。レナはシオンに近づき、真剣な面持ちで尋ねました。シオン様、瞑想の泉は本当に存在するのですか？そして、その場所はどこにあるのですか？シオンは微笑みながら深くため息をつきました。はい。レナよ。泉は確かに存在する。しかし、その場所はただの地図では見つけられない。それは心と魂の旅を要するのだ。レナの目には決意の光が宿り、彼女はその夜、泉を探す旅に出ることを心に決めました。シオンはレナに古びた地図を手渡し、彼女の冒険が始まるのでした。旅の初日、レナは村の近くの森を抜け、小さな丘を越えていきました。途中、彼女は狩猟をしていた老猟師と出会い、彼から泉の伝説についての話を聞きました。老猟師は泉の水が持つ癒しの力について語り、かつて自分が見たことがあると言いましたが、その場所は霧に覆われた谷の中だったと述べました。レナは感謝を込めて彼に頭を下げ、その場所を目指して歩を進めました。レナが進むにつれて、道はより険しくなりました。彼女は途中、旅の商人、遊牧民の一団、そして様々な村々の人々と出会いました。それぞれの人々は泉にまつわる異なる話を持っており、その中には泉が見せる幻想や泉を守る神秘的な存在についてのものもありました。レナはこれらの話に耳を傾け、その都度泉についての手がかりを地図に記していきました。一人の旅の僧侶から泉への道を示すとされる古い地図を譲り受けました。地図には奇妙な記号といくつかの経路が示されており、その中には心の目で見る道と書かれた道もありました。レナはこの地図がただの地理的な道案内以上の意味を持っていることを感じ取りました。夕暮れ時、レナは小高い丘の上にある孤独な旅籠にたどり着きました。ここで彼女は一晩を過ごし、次の日の旅路に備えました。夜は更けていく中、レナは火のそばで地図を広げ、瞑想の泉への道を熟考しました。心の中には不安と期待が交錯しながらも、彼女はその挑戦を受け入れ、眠りについたのでした。このようにして、レナの旅は徐々に彼女自身の内面との対話となりつつあり、彼女は泉を求める旅を通じて自己発見の旅も進めていました。それは単なる場所を目指す旅ではなく、心と魂の洗練を目指す旅だったのです。朝の光が山間を照らす中、レナは旅籠を後にし、新たな一日の旅を開始しました。古い地図に示された謎めいた経路をたどりながら、彼女は山岳地帯に足を踏み入れました。レナが登る山々は、その美しさとともに、厳しさも秘めていました。岩がちな道、突然の霧、そして予期せぬ雨、これら自然の力は、レナを試し、彼女の決意を固めさせました。特に一つの候補を越える際には、彼女は自身の限界を感じながらも、進む勇気を失いませんでした。
ある清流のそばで、レナは森の賢者と出会いました。彼は昔ながらの衣をまとい、自然と一体となって生活している老人でした。賢者はレナに泉の真実の意味を語り、その水が単なる体の癒し以上のもの、すなわち心と魂を洗い清める力を持っていると教えました。さらに泉への道は外の世界だけでなく、自分の内面にも目を向けることが重要であると説きました。賢者の言葉に深く感銘を受けたレナは、瞑想を深めることにしました。彼女は毎晩、星空の下で座禅を組み、自己の内側にある恐れや疑問に向き合いました。このプロセスを通じて、レナは自身の弱さと向き合い、それを乗り越える力を内から見出し始めました。山を降りる際、レナは一つの洞窟を発見しました。その洞窟の奥深くで、彼女は古代の壁画を見つけました。壁画には、泉とその泉に集う人々の姿が描かれており、泉の歴史とその重要性が語られていました。この発見は、レナにとって新たなヒントとなり、泉の存在をより確信するものでした。夜が訪れると、レナは疲れながらも、一日の終わりに心を落ち着かせ、自然の中での生活がもたらす平和を感じていました。彼女は泉を見つけ、その秘密を解き明かすという自分の使命に、これまで以上に自信を持つようになっていました。そして山を降りた先には新たな挑戦が待ち受けていることを彼女は知っていましたが、その一歩一歩が彼女を成長させていることを実感していました。レナが長い旅の末に到達した泉は、かつての神秘や美しさの影も形もなく、ただの干からびた土地と化していました。周囲は荒れ果て、かつて泉がもたらしたであろう緑も見られませんでした。レナは初めての絶望感に襲われますが、彼女は泉の枯渇をただ受け入れるのではなく、その理由と解決策を見つけ出すことを決意しました。レナは地元の老人や以前この地を訪れた旅人たちから話を聞きます。彼らの話から泉が枯れ始めたのは近くの村での過剰な水の使用と自然への配慮のない行動が影響していることが明らかになりました。これを知ったレナは泉の再生には単なる水の供給以上のことが必要であると理解します。レナは泉の水源を探るため、再び地図と古い記録を頼りに探索を始めます。途中、彼女は自然との調和を教える一族に出会い、彼らから泉を再生させるための古い儀式について学びます。儀式には泉の周囲の環境を整え、自然に対する敬意を示す行動が含まれていました。レナは村の人々を説得し、一緒に泉の周囲の環境整備を行いました。彼らは共に植物を植え、水の流れを改善し、長年の無知によるダメージを修復しました。このプロセスを通じて、レナも村の人々も自然との共生の大切さを学び、心の中で新たな平和を感じ始めました。努力の末、泉から再び水が湧き出して始めました。水は徐々に澄み、周囲の草木も生き生きと成長し始めます。この奇跡的な変化は、レナと村の人々に大きな希望と喜びをもたらしました。レナは泉の再生とともに自分自身の内面も新たな平和で満たされていることを実感します。夜が更けると、レナは泉のそばで瞑想を行い、旅の間に得た教訓と心の変化を内省しました。彼女の心はこれまでにない静けさに包まれ、真の平和を見つけたことに深い感謝を感じながら星空の下で眠りについたのでした。この経験はレナにとって単なる外の世界の旅ではなく、自己の内面を探求し、成長する過程でもあったのです。
早朝、レナは故郷の村へと足を踏み入れました。旅立った時とは異なる新たな自信と平和を身にまとっています。村人たちは彼女の帰還を温かく迎え、彼女が持ち帰った泉の物語に耳を傾けました。レナは泉の再生に至るまでの試練と自然との調和の重要性について語りました。集会所でレナは泉の歴史とその再生の過程を詳細に説明しました。彼女は泉の枯渇が人々の生活態度と無関心に起因すること、そしてそれをどのように改めたかを話しました。レナの言葉は村人たちに深い印象を与え、彼らも自然とのより良い共生を目指す意識が芽生え始めました。レナの話が終わると、村人たちは一致団結して泉の保護と周辺環境の維持を誓いました。また、彼女の旅とその教訓を未来の世代に伝えるため、村の記録に詳細を記すことにしました。レナ自身も、これからは故郷でその知識と経験を活かして、他の人々に自然との調和の大切さを教える役割を担うことを決意しました。泉のそばで、レナは再び瞑想にふけります。彼女は旅の間に学んだこと、感じたこと、そして克服した困難を思い返しながら、心の中で完全な平和を実感しました。この内面の旅は、彼女を変え、より豊かで意味のある生活を送るための基盤を築きました。夕日が村を金色に染める中、レナは泉のほとりに立ち、新しく湧き出る水を見つめました。彼女は自分の旅が終わり、新たな章が始まったことを感じ、静かに微笑みました。瞑想の泉は再び村の中心となり、その恵みは次世代にも続くことでしょう。レナの物語は自己発見と成長の旅であり、彼女と村の新たな未来の始まりでもあったのです。自己探求の旅。まゆみは毎日が繰り返しであるかのような日常に、ふと立ち止まり考え込むことが増えていた。大学を卒業して数年安定した職に就いていた彼女だが、心のどこかに満たされない空虚感があった。ある雨の日、彼女は押し入れの奥深くを整理していると、革製の表紙が色あせた古い日記を見つける。それは彼女の祖母が若い頃に書いたもので、祖母は数年前に亡くなっていたため、まゆみにとっては新たな発見だった。手に取ったその日記は、祖母が自身の若かりし、日々に旅した記録が綴られていた。日記には祖母が各地を巡りながら直面した困難、出会った人々、そして感じた感情が生々しく記されていた。読み進めるうちに、まゆみの心は次第にその言葉たちに引き込まれていった。祖母が旅を通じて得た深い洞察や自己発見の喜びが、まゆみには新鮮に移り、彼女自身の生き方に疑問を投げかけ始める。この古い日記がただの思い出話ではなく、彼女自身にとっての何かを探る手がかりになると感じたまゆみは、祖母の足跡をたどることを決意する。それは彼女にとって未知の自己探求の旅の始まりであり、過去の一人の女性がたどった道をたどることで、未来の自己を見つめ直す機会となるのだった。まゆみの決意は固かった。祖母の日記に触れ、その生き様に影響を受けた彼女は、自分自身の旅を始める準備を整えた。日記の中で、特に彼女の心を掴んだのは、祖母が若い頃に訪れた、故郷の町の記述だった。その土地での冒険、そこで出会った人々とのつながりが、まゆみには新たな自己を発見する鍵となると感じられたのだ。
旅の計画を立てる過程で、真由美は多くの葛藤に直面する。両親は彼女の決断に心配を隠せず、また友人たちからは安定した仕事を離れることへの疑問の声も上がった。しかし、彼女のうちに芽生えた探求心は、それらの声を超える何か大きなものを彼女に感じさせていた。準備が整い、ついに出発の日が来た。祖母が過ごしたというその土地へと向かう列車の中で、真由美は日記を読み返していた。窓の外に広がる景色が徐々に変わり、都会の喧騒から自然豊かな田園風景へと移り変わっていく中で、彼女の心もまた移り変わっていった。町に到着し、真由美はまず祖母の旧友である春子さんを訪ねた。春子さんはかつての親友の孫である真由美を温かく迎え入れ、若かりし日々の祖母の話を惜しみなく語り始める。春子さんの家は古くからその土地にある伝統的な家屋で、周囲は美しい庭が整備されており、その場所自体が時間を超えた静けさを保っていた。祖母と春子さんが過ごしたであろう庭で、真由美は二人が何を話し、何を感じたのかを想像する。そして、春子さんから聞いた祖母の若き日の冒険談は、真由美にとって、ただの過去の話ではなく、現在の自分自身を映し出す鏡のようでもあった。夜が訪れる頃には、春子さんの家族も交えての夕食が始まり、真由美はそこで新たな人々とのつながりを深めていくのだった。この一日で真由美は多くを学び、感じた。そして祖母が残した日記の次のページへと、彼女自身の足跡を重ねていく決意を新たにする。故郷の土地で過ごす日々が、彼女にとって自己探求の旅の中でどのような意味を持つのかをこれから見つけていくのだった。春子さんの家で過ごした数日間は真由美にとって心の洗濯のような時間となった。彼女は祖母が若い頃に感じたであろう同じ空気を呼吸し同じ風景を眺めることで過去と現在が一体となった感覚を覚えた。春子さんからの新たな手がかりを得て、真由美は次なる地へと足を運ぶ決意を固める。祖母がかつて人生を変えた場所と記した小さな湖のある村である。旅の途中、真由美は列車とバスを乗り継ぎ、山あいにひっそりと佇むその村に到着する。湖は静寂に包まれ、その透明な水面は、過去に何人もの旅人が訪れた証として輝いていた。湖畔で過ごす時間は、真由美にとって内省の場となり、祖母が感じたかもしれない自然の美しさと、その中での孤独感を彼女も共有する。湖の村で出会ったのは、歩美という老女であった。歩美は、かつて祖母が滞在していたことがあり、彼女と多くの時間を共有したという。二人の間で交わされた会話は、真由美にとって新たな洞察をもたらす。歩美は祖母がどのようにして自分の心に正直に生きる勇気を持つようになったのか、その変化の瞬間に立ち会った人物の一人だった。歩美から聞いた話は、真由美の旅の目的をさらに明確なものに変える。祖母が苦難と直面し、それを乗り越えた話、自己との対話を深めた話、そして何よりも自分自身を愛することの大切さを学んだ話。これらすべてが真由美の心に深く響いた。村を後にする日、真由美は湖畔で一人夕日を眺めながら過去の祖母と対話するかのように心の中で語りかけた。自分自身に問いかけるこの時間が彼女にとっての自己発見の旅の中核となっていく。そして彼女は自分の中に眠る無限の可能性を感じながら次なる目的地へと向かう準備を整えるのだった。この一連の体験が真由美にとって過去と現在、そして未来がつながる貴重な瞬間となったのである。
真由美の旅は次に彼女をことへと導いた。この町は祖母が特に愛した場所であり、彼女の日記には何度もその名が登場していた。真由美はその土地の歴史的な建造物、古い路地、そして伝統が息づく場所を巡る。ここでは祖母が若い頃に学び、精神的な成長を遂げた地であり、真由美にとっても自己探求を深める大切な舞台となる。町の中心にある古い寺院を訪れた日、真由美は偶然にも慶という老僧と出会う。慶僧はかつて祖母が訪れた際の指導者の一人であり、若き日の彼女がどのようにして心の平穏を見つけ、自己の内面と向き合ったのかを詳しく語ってくれた。この寺院での瞑想体験が祖母にとって大きな転機となったことが、慶僧からの話で明らかになる。真由美も慶僧の導きで瞑想を始める。静かな寺院の庭で目を閉じ、深い呼吸を繰り返しながら、彼女は自分の内側に潜む感情や思考と向き合う。瞑想を通じて、真由美はこれまでの自己との格闘、未解決の感情、そして未来への期待と不安が明確になってくる。この精神的な実践は、彼女に新たな自己理解と受容の道を開かせた。ことでの日々は、真由美にとって多くの出会いと別れを経験する時期でもあった。彼女は地元のアーティスト、学者、他の旅行者と交流し、それぞれから人生の知恵や異文化の理解を深める機会を得る。これらの交流から、真由美は自分だけの人生哲学を構築していく。最終的に、真由美はことで過ごした時間が、自己を形成する上で不可欠だったと実感する。祖母が過去に経験したことと、自分が今体験していることの間に見出したつながりは、彼女の人生観を一新させた。この地を離れる際、真由美は心の奥底からの感謝を感じながら、次なる旅の章へと足を踏み出す準備を整える。祖母の残した教訓とともに、新たに見つけた自己を胸に、彼女は故郷への帰途に着くのだった。故郷への帰途に着いた真由美は、彼女の心に刻まれた多くの思い出と経験を抱えながら、列車の窓から外を眺めていた。旅の各地で出会った人々、共に過ごした時間、学んだ教訓、そして何よりも祖母が残した足跡をたどることで得た自己の発見が、彼女の心を満たしていた。故郷への道のりは長く、彼女にとって多くの時間を内省に費やす機会となった。家に帰り着いた真由美は、自分が出発する前とは、全く異なる人物として、一歩家の中に入る。彼女の目に映るすべてのものが、新たな意味を帯びているように感じられた。両親は、彼女の帰りを温かく迎え、真由美が旅から持ち帰った話に耳を傾けた。彼女の話は、ただの冒険談以上のものだった。それは、自己変革の物語であり、人生の新たな章の始まりを告げるものだった。数日後、真由美は自室で祖母の日記を再び手に取る。この旅を通じて彼女は、ただ祖母の過去を追体験しただけでなく、自分自身の内なる声と向き合う機会を得たのだ。日記の最後のページを閉じると、彼女は自らも日記を書き始める決心をする。自分の経験、感じたこと、学んだことを未来の誰かが読むかもしれない日記に記すことで、彼女の旅は新たな形で生き続けることになる。その日記の最初のページには、旅から得た教訓と感謝の気持ちが綴られていた。真由美は自分自身と向き合う勇気を持ち、未知の道を歩むことの大切さを書き記す。また、人々との出会いが、いかに自分を形成するか、その価値を改めて強調する。真由美の心には、これからの人生で何を成し遂げたいのか、どのように生きたいのかという、明確なビジョンが芽生えていた。
彼女はこの自己探求の旅が終わったことを悲しむことなく、得たものを胸に新たな日々を歩み始める。彼女の旅は一つの終わりを迎えたが、その精神的な旅はこれからも続いていくのだった。